超いい匂いだし、当時の匂いのそのまんまっすね。このすげえ、うわ絶対うまい。神山くん、ありがたく頂戴します。なんか重みがあるよね。確かに。しかも5年のこの時を経たというのが。世界大会で決勝で使った豆だよ。なんか簡単な気持ちで入れらんないよね。ここに至るまでのさ、みんなの苦労とかもなんとなくはわかるからさ。でもこれ状態最高だよね。まあ真空ですもんね。そう、真空で冷凍保存されてたものなんで、まあこれ以上ない状態。やばっいやこれマジすごいよ。うおこれ普通にちょっとこれ本当に5年経ってますこれ。5年経ってんのかこれ。これ真空の力ですかこれ。何なんだろうね。でもあっさ。当時の朝入りのもうってね今言われてましたそうそうそう。そんな浅くするみたいな浅さだったからね。神山くん、あの時の神山くんの勇姿は俺の目に焼き付いてるよ。同じ日本人として誇りに思います。香りやば香りやば、これやば、なんかマジで記憶が蘇る。これちょっと待ってください。これ本当にこれいやまあ本当にこれって思うよね。嘘でしょ。これなんか3週間前の焙煎になってでもねってぐらいの香りが残ってます。すごすぎ。なんか俺もしかしたらこの袋の中に入ってた香りがただしただけかなってさっき思ったんだけど、引いてから引いてこれだもんね。やばいでしょこれ。本当に時が止まってたって感じ。2018年あの頃はなんかいろいろあったな。感傷に浸りながら、はい、ここまで来たなという。やっぱなんか気抜いたら涙出そう。いやでもそうですね、テツさんにとってはなんかいろんなことがあったんすよ本当にこの5年6年。超いい匂いだし、当時の匂いのそのまんまっすね。このすげえ、うわ絶対うまい。やばこれ。ちょっと待って、マジで普通にあれなんか新鮮じゃん。すごいですねこれ。だって普通に出てんじゃんね、ガス。ガス出てましたよね今。なんかテツの記憶が実は飛んでて 2,3 週間前になんか同じやつを神山さんに焼いてもらったとかじゃなくてですね。いやもう絶対違うわそんなんやばい。何これ真空にして冷凍しとけばじゃあいいの？このガスの出方おかしくないですか？いや香りの出方もおかしいもん。何これ。まあとはいえね、まあ本当に新鮮なものと比べたら保水力はないにしても、いやにしてもよ。いやこのマリサベル芸者の特有のこのパインみたいな、あとマスカットみたいなこの甘酸っぱい香りは健在っすね。いやすごい。これなんか完全な
状態で見つかったミイラみたいな。違うね、たまにあるニュースで出てくるやつ。出てくるよね。雪山で何千万年前のミイラが発掘されました。それと同じレベル。うわ、もっともらっとけばよかった。いや、こんなたくさんもらえるもんじゃないから。青春が蘇る感じ。なんかでもそうですね、そう、何かにチャレンジしていくときって、そうそういう気持ちになりますよね。まあでも美味しいかどうか別だからね。確かに確かに。はい。まあ丁寧な前振り。ここまでの香りはもう絶好調でしたけど。香りがねもう良すぎるんすよこれ。そう思うと味わいもついてきそうな気がしてしまいますけども。ここまでいいとね、さすがに美味しいでしょう。この香りよ。ほのかにそのレモングラスみたいなそのスッと爽やかな香りも入ってくるんだよね。このマスカットとかパイナップルみたいな甘酸っぱいジューシーな酸の他にその言っててよだれ出そうだった今。あ、うまい。うまいっす。うわちょっと今泣きそうになってませんでした？いや、うまい。これエミちゃんの方と同じかも。やっぱりそのなんか甘さが片栗粉みたいな粘性を持ってやってくる。その香りほどのすっきりな甘酸っぱいフレーバーよりはやっぱりその甘みがすごいね。これ冷凍から引いたからとかそれはあんま関係ないですかね。まあそれもあるよね。でもどうなんだろう。ここまでの粘性はやっぱ生まれないから。寝かせれば寝かせるほどまた一つ説が増えましたね。うまっ。いやこれはやばい。すごい。ちょっと飲んでみて。これはすいません視聴者の皆様、もうディレクター特権ということでなんか口に含んでこの舌で舐めてほしい。何ですかこれ。もうなんかなんかさガム噛んでるみたいじゃない？なんか風船これも作れそうですね。風船ガム。いや本当になんかくちゃくちゃできるよね。こんなんなるんだ5年経つと。なんか当時はもっとなんかすっきりさらっとしたんですよ。やっぱ浅入りめっちゃ浅かったから。なんかこれは考えさせられますね。いやマジうますぎて腐る。本当に草生えるわ。信じられない。うますぎるこれは。もう良くない？良くないって思う。ジャスパーいいですか？ジャスパーだけいきます。それかこっち行くか。あ、真空ですもんね。うん。これもしかもこれバルブ付きの真空で、だからこれの方が比較しやすいかもしれないな。これも同じような保存形態で、こっち真空、こっち真空じゃないけど冷凍で、これも真空冷凍だけどバルブなしなのでこれでいこう。はい。いや神山くんのやつマジでうまいね。なかなか今の日本で飲めない。いや飲めない。俺なんかねやばい。正直ここ何ヶ月かで飲んだコーヒーで一番うまいかもしれない。これすごいわ。言葉につく甘さ。ね。
これはちょっと、これちょっと次元が違ったね、美味しさの。じゃあ、まあ、神山くんの衝撃的な美味しいコーヒーの次は、はい、我がフィロコフィアの代表的なコーヒー、ボリビアのアラシータス農園の芸者です。うん。期待してたほどのじゃなかったです。あれあれさっきのちょっと神山さんのがあまりにも衝撃的すぎましたよね、多分おそらくそれは。あとはなんか俺の中の期待値が高くなりすぎてるかもしれない。順番間違えましたね。うん。そう。でもこのボリビアのアラシータスの芸者は本当に俺が惚れ込んだんですよ。で、いまだにうちのバリスタでもこれが一番美味しかったっていう人多いね。うちのコーヒーの中では。だからなんならここで惚れ込んだからこの間の小野さんの世界大会でこれがあるみたいな流れなんで、小野さんもこれがめちゃくちゃうまかったからこういうのが欲しいって言ってたからね。そのぐらいやっぱり衝撃的なうまさだった。やっぱりバルブとかがついてるとあれなのかな、外の空気とかアロマは抜けがちなのかもしれないね。そうですね。あ、引くと香りが。うん、やっぱいいね。いいわいいわいいわ。ただまあやっぱりな、神山くんのやつには勝てないかもな、もう。クオリティ、そもそものクオリティかっていうのもまあね、あるかもしれないです世界のクオリティと世界一を戦うクオリティなわけですけどね。まあね。だって確か神山くんオープンサービスの方の成績がめちゃくちゃ良かったはずだよ。決勝はね、確か3カップ中1カップが結構減点されちゃってたんだって。あ、なるほど、そうだったんですね。なんかディフェクト、欠点豆かなんかが入ってたんじゃないかっていうような。それがなければもしかしたら世界一だったかもしれないからね。確かにそれを思えば。フィロコフィアのお客さんでも覚えてる人多いんじゃないかな、このアラシータスの芸者。ディップスタイルで初めて出した黒ディップ、1袋500円ラインナップの記念すべき第1弾がこの豆だったんですよね。そうそうそう。で、もうみんな度肝抜かれたんですよ。こんな簡単なのにこんなにうまいものが飲めんのかみたいな。じゃあ入れていきます。結構香りいいわ。これもガス出てますね。ね。でもやっぱりなんか神山くんのやつほどのはないね。バルブから抜けてたのか、それかエイジングの状態ですよね。そうそうそう。いつ冷凍したのかにもよるからね。そうですね。焙煎してすぐ冷凍したわけじゃないと思うんだよ、これ。結構日が経ってからこの中に入れて冷凍したんじゃないかな。まあそれによっても違うよね。これは多分だけどブラジルから帰ってきて、で日本でそのエミちゃんとかとセミナーをやった時にくれたんじゃないかなって思う。それから現地でもらったのかな。何にしても多分焙煎してから1、2週間、2週間ぐらいでもう冷凍してるはずなんで、まあ、状態は最高にいいよね。こっちも多分そうだと思う。でもこれはもうちょっと時間が経ってると思うな。やっぱ香りがちょっと抜けちゃってるな。まあ、香りの抜けるのはもう仕方ないよね。さすがに5年の5年間フレッシュで色ってさ、まあ割と無理な話。人間でも5年経ったら顔変わりますからね。変わるよ5年か。小学校1年生が6年生になるような。なるわけですもんね。子供の成長で見れば分かりやすいですね。まあでも5年か。でもこれでさ、やっぱり甘さがさまとわりつく感じだったら
それって寝かせた効果って言えるよね。可能性は大いにありますよね、本当に。これもこれもそうなってるってことは、もう3つ目そうだったら多分そうなんだろうな。誰かブリワズで5年寝かした豆で出てくんねえかな。もう5年前から準備しないと。ね。確かに5年前ルール変わってたりして。でもあれだよ。この間のメルボルンのチェコ代表は、その前の年のミラノの前か。その2年前の豆を使ってたよ。そういえば。あ、そうだそうだ。あ、俺解説しよう。それちょっとすごい興味深いですね。そう、2年前のメルボルンに出る予定だったのが延期になってミラノで出て、でまた優勝してメルボルンに戻ってこれたから、メルボルンで使う予定だった豆を持ってきたって言ってたの。あ、もしかしたらじゃあそういう効果あったのかな。プレゼン聞いてみよう。神山君のうまっ。というわけでじゃあ、アラシータス5年目飲んでみます。うん、香りが少し抜けてるな。あ、うめえ。なんかライチとかマスカットを漬け込んだ紅茶みたい。わあ、絶対美味しい味わいじゃないですか、それ。うん。ライチティーにマスカットティー。あと、やっぱりめっちゃ甘い。いや、これ新しいトレンド来るんじゃないですか。もう今から冷凍だよ。いや、これ飲んでみて。マジで共通する甘さがある。とろっとした甘さ。なんか元々のうまさはわかるでしょ。なんですか、この本当にまとわりつく感じの。もう最初飲んだ時はこの豆のなんかそういう特性なのかなと思いましたけど、ね、いや、ここまで来ると、いや、これ新しいトレンド来るんじゃないの。すごいね。エイジングっていう。なんか日本で昔の喫茶店とかよく熟成コーヒーとか、本当に美味しいのとかちょっとね、若干半信半疑で思ったりしてましたけど。あ、でも俺知り合いですげえ変なコーヒーを入れる人がいるの。はい、変なっていうかなんか、それもやっぱ何年か前の焙煎豆を使ってんのよ。5、6年とか。で、その人が入れるコーヒーって、なんかまあ、すっげえ深入りで、なんだけど、超甘いの。なんか、とろっとっていうレベルじゃなくて、もう、砂糖入れてるぐらいの甘さで、で、その人に俺、鉄瓶のこととかも教えてもらったんだけど、その人がやっぱり使う何年か寝かせたコーヒーも甘いから、やっぱ寝かすと甘くなるのかな。これちょっとちゃんと検証してみたいけど5年ぐらい時間かかりますね。成分解析してもらいたいね。確かにそうですね。そうすればなんかわかんのかもしんないね。1年間だけでやってみても面白いかもしれないですね。1年ぐらいのだったらいっぱいある。うちにやろう。ビフォーアフターみたいな感じでね。そうですよね。焼いて直後と1年寝かせたやつを成分解析したらめちゃくちゃ面白そうですね。いや、すげえ。なんか最初はただ5年前の見つけたイエーイとか言ってたのにまさかの結末じゃないこれ。ここから次のメソッドがなんかちょっとじゃあこんな感じで今日は終わりますけど、これなんかでも逆にこういう情報知ってる人とかいたらコメント欲しいですよね。教えてほしい。なんかこういうところに文献ありましたよとかね、なんかこういうこと言ってる人いますよとかいたら教えてほしいな。いや、なんか最初はすげえなんかいいの見つけたラッキーとかぐらいだったけど、思った以上に良かったね。全てが甘い。そしてやば。そして懐かしくて泣きそうになるっていういろんな感情に襲われるありがとう。ありがとうって思う。このコーヒーに本当にありがとうございました。5年間生きててくれてまあエミちゃんとかこの辺はまた寝かします俺。また5年後にというわけで
思いのほか面白すぎてこんなんなりましたけど、楽しかったよって方、多分今日のはめっちゃ面白かったと思うんですよね。はい。まあ、俺が超楽しかったから、ぜひぜひ、皆さんも今あるコーヒー、うまいなっていうやつ、1年ぐらい寝かしてみてください。では、楽しかったよって方、高評価、あと、こういうこと知ってますよっていうことを、コメントでね、いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。では、今日はこんなところでお疲れ様です。